本当に直美ちゃんがよく言ってたように、デンライナーは私のお城です。今も変わらずお城です。そんな感じですね。はい。クリスマスツリーに直美ちゃんが飾っていた食堂車がいつまでも満員でありますようにって、あれがすごい印象的に私は残ってるんですけれども。そうですね。最後は満員で、なぜか一人余計なのも入れちゃったんですけど。あれでもご自分の責任ですね。迎えに。まあ、あんまり突っ込まないで。わかりました。すいません。ここは。はい。ありがとうございました。さあ、お一人ずつ伺っていきたいと思います。関さん。そうですね。もう最初、とにかく僕が一番最初の一発目のこの4人の中で一発目だったので、本当なんか手探りで、始めた思いがあるんですけれども、とにかく面白くなるって絶対それは信じていて、頑張らにはいかんという気持ちがね、すごいあったんですよ。おいで、責任分担がみんなに割り振りできない一人の状態だったので、とにかく頑張りすぎちゃって、とにかく最初の5、6回までは、本当になんか喉潰しちゃうような状態が繰り返されていて、仮面ライダーデーオンのアフレコをやった次の日は、喉ボロボロになってて、そんな、とにかく思い入れの、とにかく強かった、一発目だったんですけれども、出発点だったんですけれども、とにかくこのすごいと思うのは、こういう作品ってこれでもかこれでもかって言ってストーリーが進んでいくと、どっかで、普通なんか、手詰まり感が出てくる来てもいいようなものだと思っていたんですが、脚本の小林さんがすごいっていうのもあるんですが、もうスタッフの皆さんがすごいんですが、手詰まり感なんて感じさせない、まるでジェットコースターのような、第1話から始まって、オーラスまで、ラストまですごい、スピードでデンライナーが走り抜けていったなという、本当にこの作品の素晴らしさを1年終わって改めて僕は感じています。本当にいい作品だったと思いますね、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、遊佐さんは1年振り返っていかがですか？そうですね。本当に1年前、最初に電王のお話をいただいた時は、まずプレッシャーを感じましたね。ライダーを僕らが演じさせていただくということで、どれだけ受け入れられるのか、あとイマジンというキャラクターが、どれだけ皆さんに受け入れてもらえるのかっていう面ですごいプレッシャーを受けたんですけれども、それから僕がガイド取りをして、実際のアフレコに、向かう前にですね、関さんのもう撮り終えた1話2話のラッシュっていう荒く繋いだものなんですけれども、それを見せていただいて、それは僕脚本をいただいてなかったので、一視聴者として初めて見た時にすごくワクワクして、楽しい、面白いと思って自分自身がファンになりましたから、早く現場に行ってみたいという気持ちとですね、やっぱり最初に登場する時って他の方が苦労した姿を見ずに僕らが入るんで、自分一人が苦労してるような気になるんですよ。関さんはその前に苦しまれたと思うんですけど、僕が行く頃にはもうそろそろ固まってた頃だったので、僕が最初に現場に行った時は僕だけがまだおどおどしてるような感じになってたんで、その後、寺染さんと鈴村君が来た時には僕と同じ思いをしているのかなというふうに思いながらですね、だんだんでもデンライナーの中というか、この電王の作品アフレコスタジオ全部中のイマジンたちと同じように居心地のいい空間になって、すごくなんか帰ってきたような気がするんですね、アフレコスタジオに行くと。それですごく楽しく収録できた思い出がばっかりですね。当然大変なこともありましたが、それも全部含めて楽しい思い出になった作品です。はい、ありがとうございます。寺染さんはどうですか？1年振り返ってみて。はい、まず仮面ライダー電王というようなそのタイトルを聞きましたのが、昨年一昨年の暮れですかね、その記者発表なんかで、仮面ライダー今度は電王だっていうのがありまして、それを新聞とかでマスコミを通じて見たわけですよ。仮面ライダー電王？電車に乗ってる？そんな仮面ライダーがあるのかっていうふうにやっぱり思ってまして、で僕はちょっと、仮面ライダーに以前2度ほど関わったことがあるんで、仮面ライダーこんなで大丈夫なのかなっていうふうな本当にちょっと心配をしてたんですよ。
ところが、年を明けたぐらいに、なんか寺園さん、仮面ライダー電王決まりましたんでっていうお話をいただいて、僕がなんか出るのって言ったら、関西弁のライダーですとか言うんで、関西弁でライダーやっていいのかと。そこまで電王ね、仮面ライダー行くのかっていうので、なんかちょっと不安を持ちながら、入っていったんですけども、前にやっぱり苦労なすった、関さんや遊佐君がいて、で、3番目に入っていって、その2人の努力の上に乗っかって、なんとか、自分の形というか、たけるちゃんも含めて、金太郎スっていうのを出していけたかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。さあ、鈴村さんはいかがですか、1年振り返ってみて。はい、僕も噛んじゃった。何噛むなよ、そこ噛むとこ違うぞ。テラソマスって言って今。はい。そうです。言いました。怪人かなんか。テラソマンって言いそうになりました。すいません。テラソマンと一緒で。頑張って、鈴。すいません。泣かないで。いや、ほんとすいません。僕、趣味が特撮みたいなとこありまして、はい、特撮ずーっと見続けてるんですけど、その電王の情報も、初めてテラソマさんと一緒で、初めて見たとき、電車かと。しかも、最弱ライダーって言われてたんですよね。ね、今じゃどこ吹く風なんですけど、最弱ライダー、そして今回は民話がモチーフだっていう、こう3つのとんでもワードが出てきて、過去特撮ずっと見ましたけど、この3つで仮面ライダー作るのどうやんだと思って。ありえないよね。ね。でも最初も言われたもん、おい、関、今度の新しい仮面ライダー、バイクの免許持ってないんだって。知り合いに言われたもん。電車で乗るんだって。ねえ、ですよね。僕もかなりびっくりした。だから最初は電王も電車で来るって言ってたんで、やばい、敵だよしよしみたいなことかと思ってたんですよ。せめて指定席にいて。やっぱこうでしょ。川はちょっとやだな。たまに混んでたりこう、そういうことかな。いっぱいいるじゃん。いっぱいいるんです、ライダーがね。で、そんな思ってたんですけど、これはねえなって正直思いました。はっきり言います。もうねえなとすら思いました。記事を読んで。そして1話見たんですよ。でその流れ僕、そのリュウタロスのキャスティングが決まってなかったので、いや、まあいいや。決まってなかったんで、1話はとにかく見たんですよ。ものすごい面白くって、すごいよこれはと思ったんですよ。で、僕は、前の兜から見てたんで、予告が毎回楽しみなんですね。次のライダーどんなのか。で予告で、今までのライダーってこうナレーターの方が、次のライダーは、新番組、仮面ライダー兜とかっていうのはナレーターの方がやってたんですけど、関さんが仮面ライダー電王ってやってらっしゃって、今年は関さんナレーションかいと思ったら、俺参上って言ったんですよ。ナレーター出てくんのみたいな。って思って。ほんで1話見たらそう面白くてびっくりしちゃって。で、その関さんが声を当てる。声優がライダーになる時代ってのは、そこで初めて気づいたんですよ。すごいなと思って、これぜひとも参加したいと思っていたら、そんな話を遊佐さんにしたら、俺2番目だよっていう。なんでそんな近くにいるんですかみたいな。そうですね。ねえ。同じ現場だった時そう、ね。同じ現場で面白いですね、ライダー。俺2番目って言われて。じゃあ俺3番目にしてくださいよって言ったら3番目はもう決まってるんだよねって。僕は寺園さん聞いてたんでね。マジでじゃあ4番目って言ったら、さあ、それはどうかなみたいな顔するんですよ。その後にね、武部崎が聞いてたんだけど、これはもう鈴村君には黙ってよ。そう。意地悪ですよ。で、実はもう決まってたんですって。その年末の段階でオファーは実は来ていたっていう話を、だからうちのマネージャーも優しくて、そのスケジュールとかってやっぱ大変なんで、そのスケジュールが合わなかった場合、鈴村仮面ライダー決まりかけてたけどダメだったって言われたら、多分あいつは立ち直れないという判断を事務所がしてくださったようで、そういういきさつがあって参加したっていうね、本当1年振り返ってまさか、ねえよって言ったとこから、ここのステージに立つとは全く想像ができないですね。それぐらいすごい出来事でした。本当にね、皆さんありがとうございました。いやいや、本当にですね、もうこの皆さんじゃなきゃありえないって私たち思いませんか？そうですよね。
本当にね、もうこうやって皆さんと今日ここのファイナルステージで会えることだ、もうだけでも本当に感謝なんですけれども、さあ、秋山さん。はい。秋山さんもデンライナーの、はい客室乗務員、直美ということで。アルバイト乗務員です。アルバイトだったんですか？あ、そうだったんですか？私もあんまり知らなかったんですけど、なんかイベントの時に、なんか台本読んでたらアルバイトって書いてて、すごくショックでした。正社員だ本当は正社員なんでしょ？そうなんですか？あ、いいその台本が間違ってたんですかね？私、鵜呑みにしちゃって。だって週7日入ってんでしょ？そうだよね。そうですね。ある意味住み込みだしさ、そうですアルバイトにしち派遣なんじゃないゃ。派遣なんでしょ、やっぱりきっと。それちょっと派遣なんですか？それちょっとオーナーに言った方がいいよ。そうだと思う。でも待遇が悪いちょっと撮影の合間に、すみません、給料もらってもいいですかって、ちょっと言ったことがあったんですけど、デンライナーは時の流れで戻ってるから、時給があったとしても、戻っちゃってるから、君は働いてないって言われて。ひどい。言われたことつまり騙されてるってことだよね、アルバイトって設定はね。そういうことですね。立ち悪い男ですね。いや、ユサさんが言うことじゃないと思う。確かに。許せんな、そういう誠意のない人は。なんかちょっと、ゆささん攻撃が始まってるところなんですけど。みんな黒いよ。じゃあ、そこでちょっと、花を持たせていただき、秋山さんにまたお話ししようと思うんですが、直美ちゃんの衣装もね、独特な中、あと、直美ちゃんやっぱりイマジに負けないぐらい、デンライダーの中で、いろいろと、はい、カウンターに登ったり、も柔軟運動したり、いろいろしてたんですけど、あれは実際撮影の指示ですか？アドリブですか？ほぼアドリブとか、スーツアクターさんと話し合ったりとか、監督さんによっては、皆さんがこうアドリブで動くから、とりあえずみんなが最初のお芝居するのは、直美は見てていいって言われて、こう見ててカメラの位置とみんなの動きを見て、どこから抜けるか、どこなら目立つかっていうのを、もう意識しながら、そこからもいかにこう抜けるかで準備体操するかみたいな感じでやってました。そうなんですね。結構、リュウタロスと一緒に結構遊んでるシーンも後半あったななんて思うんですけども。そうですね。だんだんリュウちゃんがこう、映るかな、一緒にいれば映るかなって思って。ああ、それでこっちに来た。したたかな計算なんだね。すごいですね。でもたまに最初の頃体操とか分かりやすい動きだったんだけど、後半何をやってるか分からない時がたまにあって、それ皆さんテレビで見たら分かるんですけど何やってるか。僕アフレコの時にパッて見ると、ユータロスがこんなことやって、布をこうやってこんなことやったりすると、本当に何をやってるか分からなくて。あれ手品です、そうでしょ、はい、手品でしょ。それも理解するのにすごい時間かかって。あ、本当ですか。で、その時って一緒に喋ってるから、リュウタロスは、音が入っちゃうからって喋らないんだよね。喋らないですね。手振り身振りで、それに対して私がセリフを勝手に返してるだけです。だからそのセリフを受けて俺は適当なセリフを作らなきゃいけないから、手品かどうかもわからない適当なことをやってて、たまに、リュウタロスの、小倉さんに、はい、あれ分かりましたって聞かれて、分からないんで適当なこと言いましたって言ったら、正解って。いや、でもちゃんと手品の時も、わーとか声入ってましたよね。そう頑張って入れてみた。ありがとうございます。声優の皆さん、やはりアフレコという、はい、作業なさるときに一緒に残ってるエピソードとか、何かお話とかないですか？僕たちは大体一緒なんですけど、いつも、良太郎くんは大体いつも一緒かな。そうですそうですね。その時に、途中からこんな小さな、花ちゃんがアフレコスタジオに来た時があって、台を下に置いてね、で、そこに乗っかって、小花ですっていう、あれがね、なんか僕はすんごく強烈にね、初めて、玉木ちゃんと会った時に、スタジオがね、すごくね。で、一緒に写真とか、撮らせてもらったりなんかしたんですけど。さっき僕が押しました。そうそう。ありがとうございました。鈴村さんのやつ私押しましたよ。そう。お互い連鎖で。さっき1回目の時見に来てくれてたんですけど、おじさんたちが楽屋裏で追っかけてました。みんな、玉木さんって。そう。玉木さん、お疲れ様でした。写真いいですかとか言って。この写真の保存ファイルの名前、玉木さんと一緒って書きました。そう。それも、なんか楽屋の外でブツブツ言いながら、玉木さんと一緒でいいかなって言いながら、やってたんですよ。やりました。はい。寺園さん。はい。寺園さんはどうですか？印象的なシーン、もちろん最終回、から3回前の、金太が、外に。金太で止める。僕の中では金太なんだけど。大丈夫か大丈夫なのかびっくりして落ちそうになっちゃった。彼が、大きにと言って、最後出てったところは、
とても自分の中で印象は残ってるんですけども、一番印象に残ってるのはやっぱり僕とうらちゃんが病院だっけあれ。はいはい。ペンギンと象で。そう。ペンギンと象で行った時のこのセリフを皆さんはどうかわかんないけど僕はとても気に入ってます。パオンというのを入れたんですよ。であれはアドリブなんですけども台本にパオンって書いてないですね。何にも書いてないんですけども、やっぱり何か入れたくて、そのパオンっていうのが僕の中では1年間やってやり遂げたなっていう感が。そこですか？違う？いや、合ってます。いいですよね。象はパオンでいいですけど。そう。僕はペンギンはなんて投げばいいのか。そういや、ユサさん横で言ってましたよね。ペンギンってどうやって鳴くんだっけみたいな。結局何も泣きはできなかったですね。そうですよね。はい、ゆささんどうですか？印象に残ってたりとか、そうですね、好きなお話とか。はい、僕は個人的に銭湯のお話が大好きでして、あった。裏のね存在価値っていうのが非常に評価された回。これがやっぱり日曜朝もう8時になったらいいんだなっていう僕の中での一つの転機ですから、8時を過ぎたらもうちょっと色っぽい話が出てもいいんだ行けよ行っちゃいなよってプロデューサーさんが背中を押してくれたような気がしました。太鼓判が出ればね、はい、怖いもんないですもんね。実際は押されてないんですけど僕の勘違いかもしれないですけど、なんとなくそのままだまし今やってますありがとうございます。さあ、鈴村さんどうですか？そうですね。印象的だったり。初めて謝った回っていうのが多分ね、みんなおーってこういう反応なんでしょうけど、僕としては社長を打ちに行った回多分仮面ライダー史上生身の人間を撃とうとしたライダーは俺だけなんですよ言って打ちましたからね。これはすごい歴史的出来事だな。あれは僕的にも衝撃でした、ね、ですよね。多分ライダー的には史上最弱の敵だったと思そうですよね。えらいことですからね、あれね、本当にね。しかもただの民間人ですからね。そうですよね、本当に執拗に追いかけましたからね結構激しかったですそうよね。ですね。そういう緩急があったということに、謝ったりするまでのそのつなぎとして、そういうね、気性が激しいとかっていうところの描き方が非常に面白かったなと。まともなことを言えばそういうことです。はい、わかりました。ありがとうございます。まだまだお話も聞いていきたいんですけれども、今日はですね、もう本当にこれで終わりになってしまうので、今日ならではのコーナーを今から設けさせていただきましたので、ぜひお付き合いいただきたいと思います。ですね、題しまして、イマジン Q&A コーナーというのをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。お手元に今、スタッフお手製なんですよ。6人のイマジンの絵柄が描いてあるうちわがあります。今から私質問を投げかけます。そしてその質問に該当するイマジンの絵柄を挙げていただいて、その後お話を伺いたいと思います。では参ります。無人島に一人連れて行くならどのイマジン？どうぞ。ではせーの、ストップで。分かれましたね。ではデネブさんのうらちゃんにということで、じゃあこれ鈴村さんから一言ずつ理由を。釣りができるから釣りで許してくださる。そう行ってこいじゃない。行ってこいじゃない。でも連れてくるの女性だから食べられないよほんまや。海でってやったら、うわ OL が釣れたみたいなことになりますからね。海で OL ですか。釣りが。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、同じく、うらちゃんの関さん。もう全くその通りです。やっぱり人間の生活で衣食住とよく言われますけれども、一番大切なのは食ですから、まず食を確保すれば、その後どうやってサバイバルするかはその後考えればいいという。そうです。ということで僕はうらちゃんを一押しでございました。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、では、秋山さん。やっぱり家事できるし、なんか無人島でもなんかね、椎茸とか見つけてきて椎茸栽培したりとか、ご飯作ったりとか、火起こしもできそうだし、うらちゃんともちょっと迷ったんですけど、うらちゃんは機転利くし頭いいんですけど、やっぱりこう人がいないと頭良さが出ないかなっていう。
それどういうこと？自然の中じゃ人を騙してるだけだからってそこと？うそうそうそう自然の中じゃやっぱ役に立たないとかなりの言われようですな。思いましてデネブさんではい、わかりました。ありがとうございます。さあ、かなりの言われようがありましたが、ゆささん、はい。デネブとデネブです。何故に？まあ僕は釣りもできますけどね。まあ、釣れない日もあるわけじゃないですか。海の状態はまあ、日々変化しますしね。釣れなかった時のために、こいつは糖分を持ってる、飴を持ってるんですよ。そうだ。持ってる持ってる。ギリギリの生活、もう何日も何日も嵐が続いた時に、こいつの飴をちょこっとずつ舐めてれば、なんとか生き延びられるんじゃないかと。そうですね、はいなんか無限にここから出てきますもんね。はい。そこから出したものを子供に与えるのはどうかと思うんですけれども。その辺でやめていただこうかと、振った割にはごめんなさい。止めなきゃいけないと今思いました。失礼いたしました。さあ最後に寺園さん、デネブと。いやいや、もう言われましたよね。やっぱり、海外しくいろいろ世話をしてくれるし、いろんなことをやってくれるし、でね、やっぱ飴があるから、ね。生命線ですよ。そうそうそう。とても、いい、何いい道具？いや誰が道具なんて言わない。お母さんのようなね、人だから、甘えられるかなと思って。はい、わかりました。ありがとうございました。さあ、では皆さん、次の質問なんですけれども、特別にプロデューサーより預かってまいりました。あら。あら、はい。いきますね。白倉さん。白倉さんですか？白倉さんですか？ S プロデューサーでございまあす。ここまでにしておきます。白倉さんだ。さあみんな気をつけろよ。いきます。やけどするぜ。参ります。食べてみたいイマジンはどうぞ。プロデューサーの OK が出たんです。はい。参りましょう。これ食えんのか？いきます。せーの、はい。嘘。やべえ。待って。じゃあ決めておいてくださいね、鈴村さん。はいはい反対側からいきますね。じゃあ、寺園さん、はいジークと。いや、やっぱり焼き鳥でしょ。最高でしょ。それだけは。ね、羽蒸して。僕ら収録の時に進行表っていうのがあるんです。シーンによって誰が出てるっていう、組によっては桃とか亀とか書いてあるんですけど、この人確かに鳥って書いてあります。書いてあるんですよ。漢字一文字で。鳥ね。がっかりなんかそれそう。鳥って書いてある。わかりました。それ以上聞かない方がいいと思うので。では続いて、ゆささんは、はい金ちゃん。金ちゃんです。はい。熊の手のひらは大変なチームああ本当だ。そうです。冬の間にね、こう冬眠をするために養分を全部こう手のひらに塗り込んでですね。めちゃめちゃ甘いで。ですからまあそうですね、右手左手どっちだかな、手だけでもいいです。わかりました。ありがとうございます。さあ、関さんはジークと。あ、僕のこのどちら、やっぱりあれですよ、焼き鳥ですよ、焼き鳥。焼き鳥に限るんですけど、本当に言うと、焼き鳥にするか、すっぽんにするか、迷ったんですけど、まあ、この人のすっぽんはちょっと美味しくなさそうなので、なんか、すっぽんの血も青そうだし、なので、やっぱり定番の鳥はあんまり外れないと思うんで、で、鳥さんにしてみました。そうですね。はいわかりました。ありがとうございます。さあ、秋山さんもジークと。はい、これはもう関さんの言う通りですね。鶏は焼き鳥にしてもいいし、何にしても、シチューに入れても、カレーに入れても何でも、カレーは入れないか、美味しいから、まあ、ごまかせるしね、まずくても。ごまかせるしね。タレでね。そうそう、ごまかタレとかしたりとかね塩とかで。はい、なので。あれでねっておかしいですよ。ジークっていいもの食べてそうだから、お肉柔らかそうだなって。秋山さんはそれ以上結構でございます。お子さん泣きますよ、こんな質問。もう、はい。十分聞かせていただきました。ありがとうございました。さあ、最後まで迷っていらっしゃいました、鈴村さん。最終的に。竜って食べたことないなと思いました。長生きできるとか言いそうじゃないですか。なんかね、ね。中国のなんか方で。で、量もいっぱいありますし、竜は。大きいことを言うあ竜太郎っすかまずそうだな、こいつ。
細っこいしな。硬そうだよね。あ、ヘッドホンとかついてるからね俺も苦し紛れであげたけど、全然食いたくなかった。竜食べてみる？答えは聞いてないけど。なんで今日俺の全部取るんですか、みんな。俺まだやってないのに、それ。わかりました。ありがとうございます。次の質問です。参ります。一緒にお風呂に入るならどのイマジン？はい？何を聞いてるんですか？お風呂はい、聞けと。また S プロデューサーですか、それは。そうですね輪になって話しました。ああ、偉い人たちと。はい、ででもこれ結果、全員オスですよね。まあオスとかやめなさい。動物扱いはやめてくれるかな。メスはいないですよ。なるべく選択をしていただけたらと思いますので、よろしいでしょうか。このうちは本当に手作りなんですね。そうでございます。何を今更言ってる話をそらさないでください。これ何回こう駅前をうろうろしたんですかね、スタッフさんは。うちをもらうために、これ集めるため買ってるよ、絶対。に。そうなの？さあ、では皆なんださん、この世間話いらねえよ、今の。では、そろそろ参りたいと思います。一緒にお風呂に入るならどのイマジン？せーの、ドン！ちょっともう全然思い浮かばない。じゃあ、鈴村さん。全然思い浮かばない。じゃあ、これもまた、じゃあ、順番に。じゃあ、関さん。デネブ。あ、僕ですか？はいデネブ。デネブこれはもう、とにかくもう、みんなわかると思うけど、デネブ以外は、まず、俺が最初に入れない人たちばっかりだから、まず、この人以外は、まず、そっちが先、ももも裏も金も竜も、自分が先入っちゃうそんな感じがするんですよ。でも、デネブだけは、話せばわかる。君が入っちゃうと、お風呂のお湯が全部まず差し寄りなくなっちゃうから、まず体積の小さい僕が先に入ると。で、その後君が入ってくれれば、いくら湯船からお湯がはみ出ても、大丈夫だから。だって、さっき一部でご覧になったでしょ？すんごい体こんなでかいんですよ。あれが、バスタブに入ったらお湯全部なくなっちゃうんで、とにかくデネブさんと交代で入ります。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、同じご意見の寺園さはん。はい、デネブ。い。母を感じるなって。母とお風呂とどう関係が？幼少の右の思い出を。思い出を。ありがとう。可愛いっておかしくねえか、それ。なんかね、とても母性を感じるんで、あったかいんじゃないかなっていうふうに。背中を流してくれそうな感じ。そう、そしてまた背中を流してあげたいなと。流し、そう、背母に中流ししてあげる子。ように、このデレムにしてあげたいという、そういう、ありがとうございます。なるほど。ありがとうございます。これぐらいでいいかな。ありがとうございます。さあ、同じご意見の鈴村さん。はい、迷われましたが。デネブ他のイマジンが、これみんな姿よく見るとわかるんですけど、もうすでに裸っぽいんですよ、あいつら。デネブだけ服着てるっぽいんです、なんか。裸が見てみたい。多分脱ぐとつるんとしてるんじゃないかな。意外とつるんとしてんじゃねえかなっていう。肩幅、だってあれおかしいですからね、マントみたいなの着てね。なんでこれ裸が見たいという最大の理由で、デネブにしました。わかりました。ありがとうございます。はいさあ、では、あとお二人が桃太郎スと、そして金太郎スですね。じゃあ、ゆささん、はい。桃太郎ス。桃太郎ス。これは、お風呂に入った時に、ね、ちょっとお湯がぬるくなっても、ってやってると熱くなりそうな。瞬間湯沸かしでは決してありません、今中は。そんな設定出てきたことないですけど、大丈夫ですか？雰囲気的なもんで。なんかそういう風に使えそうな気がする。他のはダメでしょ。他のはちょっとでかいとかね。ちょっとさ、水とかね、入ったらさ、溺れそうだよね。泳げないんだよね。本当だねちゃんと足がつくところですよ、風呂は。そんな深い風呂ないですよ。ジークはね、羽濡らしちゃいけないんでね。大切にしないと。はいはい。やっぱりこれ、これ使えそうなのこれしかないな。もう苦肉の策ですね、これね。わかりました。ありがとうございます。さあ、そして秋山さん。はいはい、迷いに迷って、金ちゃん。そうですね。やっぱり女の子なので、一緒に入るの恥ずかしいじゃないですか。で金ちゃんきっとお風呂入ったら気持ちよくてすぐ寝ちゃうと思うんですよ。そんなことないよ。